ゴッホと同時に世界一長い曲を作った作曲は誰だということです。1880年代です。前回1870年代は西洋美術に根本的な革命をもたらすことになるモネ、ルノワール、ドガを中心とする印象派が登場し、音楽界ではチャイコフスキーやスメターナが活躍しました。そして第二次産業革命が起き、電話や蓄音機などが発明され、ヨーロッパが世界を支配する帝国主義の時代となりました。さて前回1870年代に印象派が登場したことにより西洋美術に革命が起きましたが、この1880年代中頃に早くも印象派の技法を受け入れつつも、その技法などを批判的に捉え乗り越えようとする新たな動きが出てきます。だいぶ時代の進むスピードが速くなってきましたね。そしてそのような新たな動きを起こし、独自の方向に進んだ画家の一人がセザンヌです。セザンヌは第1回と第3回の印象派展にも参加しており、当初は印象派の一員として活動していましたが、途中から印象派とは別に行動し、独自の画風を確立していきます。印象派は光の移り変わりなどのその瞬間瞬間を感覚的に書き出しましたが、その代わり書かれる対象の形態がぼやけた曖昧な表現になりがちです。それに対してセザンヌはもっとしっかりとした形態の絵を描くことを目指します。さらにセザンヌは現実世界にあるものを一旦解体して複数の視点から再構成した絵を描きました。例えばこの絵のようにテーブルの左右の角度が食い違っていたり、果物は横からの視点で描かれているけれど壺はもっと上から見た角度で描かれているといったように、セザンヌは現実世界を様々な視点から見て分解し、それを二次元のキャンバス上に再構成しました。発想がすごいですよね。そしてこういったセザンヌの手法は1900年代以降活躍するピカソなどに受け継がれていき、20世紀の美術に多大な影響を与えることになります。当時このセザンヌも印象派の画家たちと同様にサロンでの落選を繰り返しましたが、印象派の画家たちがサロンに入選しやすい甘い基準の審査の年であっても、セザンヌは一人だけひたすら落選し続けています。そのようにしてセザンヌは公に知られることなく絵を描き続けていましたが、ようやく彼の晩年である55歳以降の1890年代半ば以降から少しずつ評価されていきます。しかしその約10年後の67歳の時にセザンヌが屋外で制作をしていたら大雨が降ってきて、それが原因で体調を崩して亡くなってしまいます。しかしその翌年の1907年に開催されたセザンヌの回顧展にはピカソなどの若手の画家たちが訪れ、彼らは多大な影響を受けることになります。かなりの重要人物であるセザンヌです。さてこの1880年代に生前1枚しか絵が売れなかった画家ゴッホが人知れず絵を描き続けていました。何気に17世紀のオランダ黄金時代以来の久しぶりのオランダの画家ですね。ただゴッホはフランスで活動しました。そしてゴッホといえばひまわりと言われるくらい有名なゴッホのひまわりですが、実はこのひまわりをゴッホは7枚も制作しています。かの有名なひまわりが7枚もあるというのはちょっと意外ですね。ちなみにこれは3枚目の作品です。そしてこのひまわりの制作由来についてですが、まずゴッホは次の時代に登場するゴーギャンとパリで知り合い、彼こそが芸術家の共同体の指導者にふさわしいと考え、彼と共に共同生活を送るべくゴーギャンを南フランスのアルルに呼び寄せます。そしてゴッホはゴーギャンがアルルに到着する前にその共同生活を送る家をこのひまわりの絵で飾るべくひまわりの制作に着手したと言われています。しかしゴーギャン到着後の2ヶ月後に意見の不一致などでゴーギャンはゴッホの元を去り、それにショックを受けたゴッホは自分の耳を切り落とします。かなり危ない精神状態のゴッホです。そしてゴッホは次の年の1889年には精神に変調をきたし精神病院に入院しますが、そこで描かれた絵がこちらです。ここにはもはや現実の風景を描くとかではなく、個人の精神状態や感情などが表現されており、これまでの絵とはだいぶ異なっています。こういったゴッホ独自の絵は後の時代において従来のように目の前の風景などを写実的に描くのではなく、絵によって個人の内面などを表現しようとする画家たちに大きな影響を与えます。そしてゴッホは生前1枚しか絵が売れず、芸術のために生きた無私無欲の真の芸術家といったイメージがありますが、それはゴッホの死後に作り出されたイメージによる部分が大きいようです。ゴッホは子供の時から癇癪持ちであり、無断でどこか遠くに行ったり学校を中退したりと常に家族を困らせる存在だったようです。
そして彼は後に親戚の助けを借りて画商の店員をさせてもらうもクビになったり、その後教師をやってみたり、書店の店員をやってみたり、果ては聖職者を目指し親を説得して受験勉強をさせてもらうも、内容が難しすぎて挫折して勉強を放棄し、代わりに過酷な労働を強いられて生活もままならない労働者たちに向かって神の教えを説いて回るという時代的にもかなり場違いな伝道師になりますが、当然人々の理解は得られませんでした。そしてゴッホはそんな不出来な自分に憤り自虐的な行為に走るも、そういった行為は伝道師にふさわしくないと教会から咎められます。しかし彼はその警告を拒否したため、結局伝道師仮免許を剥奪されるなどいろいろやってはどれも長続きしませんでした。しかもそんなゴッホを見かねた父親とも争いが絶えない状況の中、一方ではひたすら親や弟のテオの金銭的援助に頼って生きるという一般的な社会規範からするとかなりダメな人間でした。しかもその弟からは相当な額を援助してもらっているにもかかわらず、絵を描く上でもっと必要だと迫り、弟自身の収入の半分近くも援助させていました。厚かまさも超一流のゴッホです。しかもこのゴッホはなかなか自虐的でドラマチックな人で、ある時未亡人のケイフォース・ストリッキルに求婚して断られ、さらにはその両親からもしつこいと非難される始末でしたが、なんとゴッホはその両親の前でランプの炎に手をかざし、この炎の朝に垂れられてる間にも彼女に会わせてくれと映画史に燦然と残るワンシーンのようなドラマチックかつ熱い行動でもって迫りますが、普通にランプの炎を吹き消されて終わったらしいです。なかなか冷静かつドライな対応ですね。こんな冷静沈着な審査員がいたらアカデミー賞受賞も夢のまた夢といったところです。そしてこんな風にひたすら人生に迷い込んでるゴッホですが、肝心の絵に関してはこの時代の1880年27歳頃から本格的に絵を描くようになったらしいです。かなり遅いですよね。そしてゴッホは弟のテオからの仕送りを画材やモデル代につぎ込み、その代わり食費を極端に切り詰めていたため体は衰弱してしまいます。さらに1888年に耳切り事件を起こした後、収容された病院内で何度も幻覚を起こすなどの発作を繰り返しますが、発作のない間は絵を描き続けていました。そうした中、1890年に開かれた展覧会に出品した作品の1枚が、その展覧会に出品した他の画家によって購入されました。それがゴッホの生涯で唯一売れた絵となりました。そして同じ1890年に退院した後、ゴッホは自ら銃弾を撃ち込み、37歳の若さで亡くなります。ただ、本当に自殺だったのかどうかという謎は残っているようです。このようにゴッホは若くして亡くなったため、10年程度の短い活動期間で終わってしまいました。ですので、印象派の画家たちやセザンヌなどが晩年になるまでほとんど絵が売れなかったことを考えると、ゴッホが生前に1枚しか絵が売れなかったのはさほど驚くべきことではないようです。そして死後、ゴッホにまつわる伝記などが多く出版されるなどし、それらによってゴッホは貧困にあえぎながらも強い信念と精神力のもと独自の絵を描き続けた禁欲的で無視無欲の心の芸術家といったように理想化されるようになりました。さらには生前は周囲の無理解のため成功できなかったけれど、後世においてその進化が認められることになる時代の先を行った芸術家の代名詞ともなっています。実際は弟に金を無心して生活を送った自虐的かつドラマチックな危ない精神状態の男といったところですよね。そして1990年にはゴッホの絵が約124億円で落札されています。生前1枚しか絵が売れなかったゴッホにしてみれば、今更そんな値段で売れても全然意味ないですよね。さて前回1870年代の印象派の登場などで19世紀の美術界はフランスを中心に大盛り上がりとなっている状態です。しかもフランスは18世紀のロココ時代から常に美術界の中心であり続けています。しかしこと音楽に関してはこれまでフランスの作曲家はほとんど存在しなく、重要な作曲家として名前が挙げられるのはせいぜい1830年代に登場したベルリオズくらいのものといった程度でした。大物作曲家は1720年代に登場したバッハやヘンデル以降からモーツァルト、ベートーベンを経てワーグナーやブラームスなどに至るまでドイツ語圏の作曲家ばかりで、この19世紀も音楽家ドイツ語圏が中心となっています。しかも当時のフランスにおける演奏会で演奏される曲は大半がドイツ語圏の作曲家の曲ばかりだったようです。そしてそこに追い打ちをかけるように、前回1870年にプロイセン・フランス戦争が起き、フランスはナポレオン3世を捕虜に取られるなどボロ負けし、ドイツ帝国に大事なアルザス・ロレヌ地方までも奪われてしまいました。しかしプロイセン・フランス戦争終結後に、そんなドイツに対してのフランスの劣勢な状況を挽回するべくフランスの若い作曲家たちは立ち上がります。
彼らはドイツ音楽に匹敵するようなフランスの作曲家による優れた音楽を作り出し、フランスの作曲家による作品の演奏会の頻度を増やそうと意図して、1871年に国民音楽協会になるものを設立しました。その中心人物がサン・サーンスです。ちなみにこの動物の謝肉祭は全部で14曲あり、この白鳥を除いてどれも他の作曲家の曲をパロディ化して風刺するなどかなりふざけた曲ばかりです。それらはサン・サーンスの仲間内だけで演奏することを目的とされたものでしたので、白鳥以外は生前に発表されることはありませんでした。そしてこのサン・サーンスはドイツ音楽を模範として交響曲などを作曲しました。しかし当時のフランスではドイツ音楽ばかり聴かれていたのにもかかわらず、フランス人の手によるドイツ音楽的なものは嫌悪され、サン・サーンスはドイツびいきだと批判を受けます。自分たち聴衆も十分にドイツびいきだと思いますよね。しかし今度はサン・サーンスはフランス愛を熱く語り、愛国的な曲を作ってみますが、それもフランス国内から批判されます。さらに今度はフランスを憎んでやまないワーグナーの音楽がフランスで重要されるようになった際に、サン・サーンスが狂信的なワーグナーファンを批判すると、それもフランス国内から批判されるというように、サン・サーンスは何をやっても常に批判されまくりの人でした。ちなみにサン・サーンスはワーグナーの音楽がフランスで評価されていない時期からフランス国内で誰よりも早く評価していた人物でした。一方サン・サーンスはリストの交響詩など当時先進的であった音楽形式をフランスにいち早く持ち込むぐらい先進的な音楽家とみなされ、革命家とまで言われ称賛されましたが、晩年には若手の作曲家たちからはサン・サーンスの音楽が絶望的に古臭いとまで言われ攻撃されます。このようにサン・サーンスは時代の波に揉まれて正当に評価を受けていない感じの人物です。そのためか現在においてはサン・サーンスの名前すら知らない人の方が多いかもしれません。しかし実はこの人は3歳になる前からピアノを弾いて、5歳で小さな演奏会を開き始め、10歳で公式にデビューするというモーツァルト以上とも言えるほどの神童でした。しかもモーツァルトはメンデルソンのような神童と違って彼は86歳まで長生きしたので、この風貌からすると余計に神童であったとはイメージしづらいですよね。さらにサン・サーンスは16歳で最初の交響曲を作り、その後偉大なオルガン奏者としても活躍したばかりでなく、詩や戯曲なども書き、天文学や数学や絵画など多くの分野でも才能を発揮し、音楽評価としても活躍するなど相当にマルチな才能の持ち主でした。そしてこのサン・サーンスに支持し、サン・サーンスと共に国民音楽協会を創設したのがフォーレです。当時のフランスはお金になるオペラやバレエ音楽のみが演奏の場を与えられているといった状況でしたので、パリ音楽院の教育制度もそういったオペラやバレエ音楽中心の教育制度でした。しかしこのフォーレが後にパリ音楽院の教授になると、彼はパリ音楽院を純粋な音楽学校に戻すべくパリ音楽院に徹底的な改革を施し、一流校にまで仕立て上げました。そのおかげでフランスでは後に優れた作曲家たちが輩出されることになります。さらにフォーレの独特の音使いもその後のフランスの作曲家たちに影響を与えるなど、フランス音楽界に対する貢献度はかなり大きいです。そんな貢献度大のフォーレは無知無欲の野心がない人だったようで、ヒットすれば大金が手に入るようなオペラなどの曲は書かず、小規模な室内楽曲や歌曲など多く作曲しました。この風貌から言っても何か達観したような感じを醸し出していますね。このようにサン・サーンスやフォーレの登場によって今後フランス音楽界も盛り上がっていきます。一方そんなフランスの比じゃないのが不毛の地イギリスです。イギリスの音楽界はなんと200年前の1680年代に登場したパーセル以来誰も登場していないというかなり絶望的なことになっています。
しかしついにそんな不毛の地、イギリスにも大物作曲家がこの時代に登場します。それがエルガーです。この曲はエルガーが自分より身分が高く、さらにカトリックとプロテスタントといったように宗派も異なる女性との婚約を記念して送った曲です。この二人は家族の反対を押し切って結婚しますが、妻となったアリスは終生エルガーを支え続けました。そしてこのエルガーはパーセル以来、実に200年ぶりに国際的に名声を博したイギリスの作曲家ですが、実は彼はこの頃は全然注目されず、貧困にあえいでいました。彼が名声を確立するのは彼が40代の1900年代からです。ここで合わせて1900年代に作られたエルガーの代表曲も紹介しておきます。そして1900年代からイギリス音楽界の頂点に立ったエルガーですが、第一次世界大戦後の1918年からは早くもサン・サンス同様先進的なものとは見なされなくなり、演奏される機会も極端に減ってしまいました。やはり19世紀後半から20世紀は時代の移り変わりが早いですね。ちなみに19世紀のイギリスもフランスと同様、またはそれ以上にドイツの音楽を好み受容していました。そしてエルガーは後にイギリスを代表する国民的作曲家として扱われますが、実はエルガーはワーグナーやブラームスといったドイツ音楽を多く吸収した独学の作曲家でした。最後にかなり特殊な作曲家であるサティです。このサティはかなり革新的な作曲家です。この曲もそれまでのクラシック音楽とは違った印象ですよね。実際音楽界はこの時代以降から前衛的になっていきます。そしてもう一曲、サティによって1900年に作られた曲ですが、よく耳にすることが多いと思うので合わせて紹介します。しかしこの曲はサティの中ではむしろ異色の傾向にある作品です。サティは彼独自のアイデアによって和音の使い方など多くの革新的なことをしました。そしてそれらは後の革新的な方向に進む作曲家たちに大きな影響を与えます。ただしサティは同時代の保守的な人々から変わり者扱いされていたようです。実際サティは楽譜の小説の線や表紙記号を省いた自由な形式の音楽を作ったり、家具の音楽と称してあえて聞かれない音楽を目指して作ったり、
犬のためのブヨブヨとした前奏曲など変な名前のタイトルをつけたり、演奏に対する指示も歯の痛いナイチンゲールのようになどと変わったことばかりしており、シュルレアリスムのブームが来る前に一人シュルレアリスムをやっていた感じです。一人時代のだいぶ先を突っ走るサティです。しかもある時サティは作曲の依頼をされるも、その提示された額が高すぎると必死に謎の値下げ交渉までしたり、果ては傘で決闘して逮捕されるなど、人生そのものがシュールと言えそうなサティです。そしてタイトルにある世界一長い曲とは、このサティのベクサシオンという曲です。この曲は同じフレーズをピアノで840回ひたすら繰り返しをさせるという拷問のような曲です。これを弾き終わるのには約18時間必要とされていますが、1970年にそれを弾き切ろうと無謀な試みをしたピアニストがいました。しかしそのピアニストは595回繰り返したところで恐ろしい幻覚症状に陥って断念したらしいです。幻覚症状とはすごいですね。しかしちょっとやってることがアホっぽいですね。20世紀以降の前衛芸術の時代はこんな感じで全体的に発想とやってることが子供っぽいです。そしてこのベクサシオンはその後大勢のピアニストが順番に交代しながら弾くことによってついに最後まで弾き切ることができました。やはりどうでもいい感じですかね。しかしこの世界一長い曲とは繰り返しがあるピアノ音楽に限っての話であり、そういう制約を取り払うと真の世界一長い曲とはロングプレイヤーという曲です。この曲は21世紀の始まりとともに演奏が始まりましたが、終わるまで1000年かかるとされています。ちょっと聴いてる時間ないですね。そして世界一短い曲は1980年代のバンドナパームデスのユーサファで1秒です。逆に1秒の壁はなかなか越えられそうにないですね。とにかくこういったサティの前衛的なコンセプトの数々は後の時代の実験的な音楽の数々の源流であったり先駆けであるとされています。さて帝国主義時代のヨーロッパは平和を享受しており、この1880年代には特にこれといった大きな事件はありませんでした。その代わり植民地下にある人々は容赦なく酷使され、大量の人々が虐殺されたりと悲惨な目に遭っていました。そしてヨーロッパ内でも労働者は貧困に追いやられ、かなり劣悪な環境で酷使されていました。そしてそんな時代に開かれる1889年の第4回パリ万国博覧会の目玉として1889年にエッフェル塔が建設されました。これによってこの時代前後はすでにかなり近代的な時代であったということがわかりますね。しかしそんな観光名所のエッフェル塔も当初は奇抜で見にくい外観であると非難合々で、約50人もの文化人がパリの名誉を汚す怪物であるとパリ市に連名で建設反対の抗議文書まで出しています。そしてこういった万国博覧会やエッフェル塔などで自国の技術の発展を誇示することは国の繁栄をもたらす植民地支配を正当化するという役割もありました。このように1880年代はエッフェル塔が建てられたりする時代ですが、一方アメリカ合衆国の西部はまだ西部開拓時代でして、この時代あたりに後の映画などで取り上げられる伝説的ガンマンなどの荒くれ者たちが暴れまくっていました。そして伝説的ガンマンといえば21歳の生涯で21人を殺したと言われるビリー・ザ・キッドです。西部の荒くれ者とイメージするといかついヒゲ面のごつい男をイメージしますが、このビリー・ザ・キッドは小柄で細身の伊達男でした。そんなビリー・ザ・キッドがなぜ伝説的なアウトローで有名なのかというと、その尋常でない早打ちガンマンとしてです。ビリー・ザ・キッドは空中に投げた空き缶が落ちる前に6発全部の弾を撃ち込んだとか、振り向きざまに相手の額のほぼ同じ場所に3発の銃弾を撃ち込んだとか、背後の敵が銃を引き抜くと同時に鏡越しに撃ち抜いたとか、そういった伝説的なエピソードが多くあります。こういったエピソードは話が次第に誇張された嘘っぽい話のように思えてしまいますが、2012年に亡くなった現代の最速ガンマンボブ・マンデの動画を見ると本当の話だったのではと思えてきます。気になる方はぜひ検索してみてください。しかしそんな無敵のビリー・ザ・キッドも最後闇討ちで保安官に射殺されたとされています。ちなみに最近ではビリー・ザ・キッドの写真が見つかったといっては破格の値段がつけられたりしてますが、現在のところ専門家から認められた正真正銘のビリー・ザ・キッドの写真はこの1枚しか存在していないようです。そしてなんとこの写真は2011年に約2億7000万円で落札されています。たった1枚の写真でボロ儲けですね。ちなみに1969年に制作された名作映画明日に向かって撃ての主人公ブッチ・キャシディとサンダンス・キッドは次の時代の1890年代に活躍というか悪事をガンガン働いていました。西部の荒くれ者やガンマンというともうちょっと昔のイメージがあったりしますが、意外にも20世紀前後という最近の出来事に近いです。
そしてこの時代にパスツールが狂犬病ワクチンを開発し、伝染病の予防や治療に貢献しました。パスツールは発酵が微生物の働きによるということを発見したり、低温殺菌法を開発するなどしました。もう一人細菌学者で結核菌やコレラ菌を発見したコッホも同時代に活躍していました。このコッホとパスツールの2人は細菌学の基礎を確立したとされています。さらにこの時代にダイムラーによってガソリン機関を搭載した世界初とされるオートバイが1885年に製作され、翌1886年には世界初の四輪自動車が製作されました。そして四輪自動車が発明されたので、この時代以降自動車がブンブンかっ飛ばす社会になるのかと思いきや、意外にも人々は馬や鉄道で十分満足しており、自動車は信頼性に欠ける高価な乗り物ということで普及しなかったようです。しかもこの時代の1888年にダンロップによる空気入りタイヤの発明によってのんきなサイクリングブームまで巻き起こっています。ちなみに自転車は1840年代頃に考案された後、1860年代には量産されていたようです。そして1914年から始まる第一次世界大戦時にアメリカ陸軍がトラック輸送に利点を見出し、一大キャンペーンを繰り広げたことから徐々に自動車が普及するようになり、1920年代末にはアメリカの大都市でかなり普及し、馬は廃れていったとのことです。案外かなり遅いですね。現在では車やインターネットのない生活なんて考えられない。以前の人々は一体どういった生活を送っていたんだろうといった感覚になりがちですが、実際新たに発明されるものは結構しばらく必要とされず、需要がないことが多いようです。しかし一旦普及してしまうと、それなしでの生活は考えられなくなる傾向にありますね。さらにこの時代に神は死んだで有名なニーチェによるザラトゥストラ各語りが出版されます。ニーチェは1810年代に登場したショーペンハワーによる楽天主義の反対にあたるペシミズムの思想に大きな影響を受けました。そしてニーチェはキリスト教と近代哲学を批判し、ヨーロッパの人間観を根本的に否定し、新たな価値を樹立しようとしました。ちなみにニーチェは自身もピアノを弾いて作曲するほどの音楽家であり、1850年代に登場したワーグナーを芸術的革命家であると崇め、晩年のワーグナーと親交を持っていました。ちなみにワーグナーもショーペンハワーの影響を大きく受けています。しかしニーチェはその後ワーグナーの作品の上映の不出来やワーグナー自身に失望するなどし、1870年代には決別しています。そしてニーチェはこの時代の1889年45歳で発狂してしまい、その約10年後の1900年に肺炎で亡くなります。発狂の理由は現在のところ不明らしいです。しかし同じく精神に異常をきたしたゴッホとニーチェが同時代というのはなかなかの偶然の一致ですね。そして文学界ではこの時代にモーパッサンによる女の一生が出版され、ピノッキオも出版され、スティーブンソンの宝島とジキル博士とハイド氏という同じ著者とは思えない全然違う系統のものも出版され、そしてついにシャーロック・ホームズが登場します。ちなみにこの時代にシャーロック・ホームズがイギリスを舞台に数々の難事件を解決しているさなか、キリシタチ・ジャックがロンドンを恐怖に陥れます。こちらは実話です。しかも未解決事件です。被害者は喉を切られ、内臓を摘出され、バラバラにされるなどのかなり残忍な連続殺人事件です。近代の闇が早くも登場した感じですかね。ちなみに犯人の候補は何人かいるようですが、未だに不明とのことです。それでは最後にこの時代に描かれた絵を3枚と彫刻を1体紹介します。まず前回1870年代に登場した印象派は、原色に近い色を細かく分割して描くことによって、それを鑑賞者が一定の距離を置いてみると、写真や液晶ディスプレイのドットのように鑑賞者の目を通して脳の中で混じり合って全体像が映し出されるという筆色分割なる技法を生み出しましたが、実際はドットとは程遠く、細長く不揃いで直感的に塗られたものでした。そういった印象派の不徹底さに対して、もっと科学的に究極的に突き詰めていったのが新印象派と言われる人々です。その新印象派なるものはこのスーラによって創設されました。このように筆色分割を科学的に推し進め、絵の具を混ぜ合わせることなく小さな点で厳密に計算して描かれた技法は点描主義と呼ばれています。この技法によって濁りのないより鮮やかな絵が描かれることが意図されましたが、これは相当機能めいる作業だと思われます。実際にかなり膨大な時間と根気が必要とされたようです。印象派の画家の一人であるピサロは一時期この新印象派の技法に夢中になり、自身の作品にもその技法を取り入れましたが、
膨大な時間がかかり、あまりにも大変すぎる作業の割に売れないということもあって途中で放棄しています。そしてこの絵は当時絶賛され大きな話題となりましたが、スーラは死因が不明の何かの病気で31歳の若さで亡くなってしまいます。もう一人新印象派の代表的画家シニャックによる作品です。これも同じく気がめいる作業ですね。シニャックは周囲の人々と衝突ばかり起こしていたゴッホともうまく付き合えたようで、耳切り事件の後も見舞いに行ってます。根気強く勇気あるシニャックです。次の絵は打って変わってイギリスの画家による作品です。ウォーターハウスは1850年代に登場したラファエル前派の影響も受けており、このように自然を忠実に細密描写かつ鮮やかな色彩で描き出しています。この絵は呪いをかけられ外に出ることを許されていなかった女性が叶わぬ恋のために運命に身を託して外に出るという詩をもとに書かれています。そして最後に彫刻といえばこれと言えるくらい有名なあの考える人がこの時代に作られました。ロダンは近代彫刻の創始者とされており、首がない銅像などアカデミックな規範から逸脱した作品を制作しました。そんな偉大な彫刻家ロダンはなんとほぼ独学で彫刻を学び、美術学校の試験に3回も続けて失敗しています。特にこの19世紀には独学で作曲や美術を学んで革新的なことを起こした芸術家が多いですね。そしてこのロダンのように若い時に賞を取れなかったけどその後歴史に名を残す大物になった芸術家や作曲家が結構いますので、賞はだいぶ当てにならないと思いますね。そしてそんな美術学校に入学できなくまともに稼ぐこともできない状況のロダンでしたが、35歳あたりでイタリア旅行に行き、そこで1500年代に登場した巨匠ミケランジェロの彫刻を目にし大きな影響を受けます。そしてその勢いに乗って作られた銅像があまりにもリアルすぎたため、実際の人間を型にとって作ったのではないかと疑いをかけられ非難されるほどになりましたが、その後そうではないことが認められ約40歳にしてロダンは評価されるようになります。ちなみにこの考える人はロダンによる未完成の地獄の門の上で佇む当初ロダンによって詩人と名付けられていたものが独立して作られたものです。ちなみに考える人と命名したのは他の人です。さて東京の上野の国立西洋美術館にこのロダンの考える人が外に置かれていますが、あんな無防備に年中雨風にさらされて屋外に放り出されているところを見ると、まあ普通に考えてレプリカだと思いますよね。しかしなんとあれは本物とのことです。これは驚きですね。本物であることも驚きですが、あんな風に無防備に放り出されていることはさらに驚きです。あれも展示室で上々しく飾られていたらもっと行列ができると思いますが、あんな風に雨風にさらされて置かれているためが見てる人はめったにいないですね。そして彫刻の世界は本物の定義が変わっています。そもそも彫刻はオリジナルの型があれば何体でも複製可能なため偽造品が多く出回ることになりますので、このロダンの作品も多く偽造され問題となっていました。そしてそういった問題に対処すべく20世紀後半にフランス政府は複製された彫刻のうち12体までは本物であると認め、それ以外はレプリカ扱いになると決めました。現在も一般的にその基準が守られているようです。しかし中には彫刻家本人が自分の死後は複製を禁じるといったケースもあるようです。しかしその12という数字が一体どこから導き出されたのか分かりませんが、なかなか変わった世界ですよね。絵に関しては世界に1枚しかないということで破格の値段で取引されますが、彫刻の場合はこのようにいくらでも複製可能なので、作品の価値を高めるために複製可能な数を適当な数字を設けて規制しているわけでもあります。現代アートなどの一般的な見向きもされないような作品であっても破格の値段で取引されるのはそれが1点しかないなど限られた数しかこの世界に存在しないということが大きな理由です。一方音楽界は20世紀以降のレコードや CD による複製技術によって1枚のアルバムを何百万枚何千万枚と複製し大きな利益を生み出しましたが、21世紀以降のインターネットの普及によってその複製技術があだとなり、誰か一人が複製したものがインターネット上にアップロードされることによって多くの人々にタダで聴かれるようになってしまい、音楽産業は大打撃を被ることになりました。それによってミュージシャンは音楽で生活していくことが難しくなり、音楽界全体が沈静化してしまうことになりました。このように複製をめぐる問題はなかなか難しい問題です。ということで1880年代は早くも印象派を乗り越えようとする動きが出てきて、その中で20世紀美術に多大な影響を及ぼすことになるセザンヌとゴッホが登場しました。
そして音楽界ではそれまでフランスには数えるほどの作曲家しかいなかった中に、隠れた神童サン・サンスと優れた教育改革者であるポーレが登場し、さらに約200年もの不毛の地だったイギリスの音楽界に大物作曲家エルガーが登場しました。そして一人時代の先を突っ走るサティは後の時代の前衛的な音楽に大きな影響を及ぼすことになります。他には細菌学の基礎を確立したパスツールとコッホ、ダイムラーによる世界初とされるオートバイと四輪自動車が製作され、そして大物哲学者ニーチェも登場し、文学ではモーパッサンの女の一生などが出版され、コナンドイルによるシャーロック・ホームズが誕生した時代でした。次回は最後の1890年代です。世紀末にふさわしいあの絵の登場です。それでは。